もリュウクです。今回は Amazon で1万円以下で買える買ってよかったガジェット周辺機器を紹介していこうと思います。 MacBook を使っている方や iPad を使っている方はぜひチェックしてみてください。それでは行ってみましょう。まず最初に紹介するのはキングジムから出ているブギーボード BB14 というガジェットです。これはいわゆるメモ帳のようなもので、今日やることを整理したり考え事の時にとりあえず何か書き出したい、そんな時に役立つデバイスになってます。デバイスといっても書いてボタンを押したら全て消える、非常にシンプルな設計になっているので、何か思いついたらいたずらに書いてみて、違ったらイレイスボタンを押す、そういうフローが実現できます。こういうものを見たときに iPhone や iPad Pro でも同じようなことができるんじゃないかと思う人は多いかもしれませんが、手書きで書いて物理ボタンで消すことができる。この体験は紙のメモ帳に何かを書いてそれを消しゴムで消す体験に非常に似ています。 iPad の Apple Pencil や iPhone のメモ帳などは非常に便利ですが、それを使うということはその画面、すなわち作業スペースを占領してしまうことになります。さらに紙みたいに書いたらその場にあり続けるわけではないので、一度メモ帳を閉じたらメモしたこと自体を忘れてしまう、そんなことが発生してしまいます。それを解決できるのがこのブギーボード。僕の使い方は一日のやることをそこにとりあえず書き出して、その日のうちにやりきることだけを書くことで、書いたら捨ててしまうメモ帳のように運用することができます。そしてペンが本体に合体して非常に収まりのいい形になるので、かさばらないでカバンに収納することができます。ペンをなくしてしまいそうな人はここのループのところにストラップをかけることでペンを紛失することを防ぐこともできます。裏面がマグネットになっていて、冷蔵庫などにひっつけることができるので、家族同士の伝言板のように運用することもできます。そしてこのブギーボードには純正のスキャナーアプリがあるので、もし手書きで書いたことをデータとして残したい場合はスキャナーアプリを使用することでデータとして残すことができます。ただし基本的にデータとして残したいようなことを書く場合は iPad やメモアプリを使った方がいいので、本当にいいアイデアが思いついた時に保険としてこのアプリを iPhone に入れておくのはいいかもしれません。次にご紹介するのはアンカー622マグネティックバッテリーです。僕は以前から633マグネティックバッテリーという622の倍の容量を持つアンカーの同じ機能を持ったバッテリーを使っていましたが、このバッテリーの唯一の欠点が重量でした。1万ミリアンペアアワーもの大容量バッテリーを1日のうちに使うことはほとんどなく、この容量をプライベートで毎日持ち歩くのはちょっと重すぎるなと思い、この622を買ってみました。以前の622マグネティックバッテリーは USB-C の入力端子が下側にあり、パススルー充電をするときに iPhone をスタンドとして使うことができませんでした。しかしマイナーアップデートが入ってこの622マグネティックバッテリーでも横から USB-C を挿すことでマグセーフのスタンドとして使いながら充電器運用ができるようになりました。以前も一度紹介しましたが、このスタイルのバッテリーはマグセーフモバイルバッテリー兼マグセーフ充電スタンドとして使えるので非常に重宝します。なぜかというと、普段はデスクに USB-C ケーブルを挿しておけば充電スタンドとして運用でき、いざ外出するとなった時に USB-C を引っこ抜けばすぐにバッテリーとして運用でき、外出先で USB ケーブルを使う必要がないからです。633に比べてデザインも少し洗練されていてガジェットっぽさが少ないのも高評価です。唯一気になる点としては633よりもスタンド機能がちょっと心もとない気がします。というのもマグネットの磁力が弱くて、スタンド機能を使いながら iPhone をタップしているとたまに後ろに倒れてしまうことがあります。
ただ iPhone をスタンドとして使うときは動画視聴や通話時のみでほとんど iPhone 本体を触らないよっていう人にとっては全く問題ないかもしれません。次に紹介するのがピタカの iPad ケースです。僕は普段 iPad Pro の11インチを使っていますが、 iPad を使ってがっつりテキスト入力をしたり動画編集をしたりなどはしないので、マジックキーボードは重すぎるし、純正のスマートフォリオは少し心もとないなと思っていました。 MacBook ユーザーにとっての iPad はサイドカー、無線でつながる外部ディスプレイとして使えるので非常に優れたデバイスなんですが、それ以外のメリットがあまりないため持ち運ぶのを躊躇していました。でもたまに Apple Pencil を使って細かいレタッチ作業をしたい時や iPad で動画視聴したい、そんな時があるので iPad をできるだけ気軽に持ち運べるそんなケースがないかとずっと探していましたが、ピタカが自信を持ってぜひ使ってみてほしいと送ってきたので、今回このケースを使ってみました。結論としてはライトに iPad を使いたいユーザーには最適のケースだなと思いました。というのも縦横どっちも立てられる形状のスタンドになっており、縦でドキュメントを読むときや横にして映画視聴、もしくはサイドカーで使う際も非常にスムーズに取り回せました。そして Apple Pencil を使いたいときは34度の角度になるので、それなりに書きやすい角度で Apple Pencil を使うことができます。そして一番いいなと思ったのは Apple Pencil をホールドするためのカバーがあることです。加えてこのカバーは使わないときは iPad の裏側に収納することができます。この機構はめちゃくちゃかっこいいなと思いました。というのも Apple Pencil をホールドするこのペロペロとしたカバー、Apple Pencil を上につけていない時って結構ダサいですよね。これをなくすことができてシンプルなスマートフォリオ系の iPad ケースにもなるし、カバンにしまいたいときは iPad の裏側からこのペロペロを出せば Apple Pencil をがっちりホールドし、かつ iPad の側面で充電しながらカバンの中に収納することができます。もちろんカバンの中で Apple Pencil が紛失する恐れもありません。Apple Pencil をがっちりホールドするタイプの iPad ケースは本体よりもかなり大幅に iPad がでかくなってしまう傾向があるので、この機構は画期的だなと思いました。 iPad を Mac のサブモニターであるサイドカーとして運用したり、たまに Apple Pencil を使う作業も行いたい人にとっては最適な iPad アクセサリーだと思います。次にご紹介するのはキーボードではなくてこのキーキャップです。僕はニューフィーの Air75 というロープロファイルのキーボードを使っていますが、非常に気に入っている反面少し派手だなと感じていました。ニューフィーのデザイン上、すべてのキーボードがエスケープキー、ホームキー、エンターキーの3個のキーがカラーで割り当てられています。公式の単色キーキャップも一応あるみたいなんですが、ほとんど在庫切れで売り切れています。最初はこのカラフルなキーキャップも可愛いなと思って結構気に入っていたんですが、使っていくうちにちょっとずつ飽きてきて、やっぱりもっとシンプルなものがいいなと思い、キーキャップを探していたらこのキーキャップを見つけました。結論としては値段もリーズナブルだし、質感も全く悪くないので非常に買ってよかったと思っています。このキーキャップの刻印は透明になっていて、バックライトがちゃんと透けるので、暗いところでバックライトをつけて使いたい人にとっても非常に美しいと思います。そして使い心地に関しては純正のキーキャップとほとんど変わらないので、ニューフィーエアのいい部分を残しつつデザインをシンプルにしたい、そしてキーキャップの値段をリーズナブルに抑えたい人にとっては非常におすすめできるキーキャップだと思いました。ニューフィーエアシリーズを使っていて白いキーキャップにしたい人にはおすすめです。次に紹介するのがケンジントンから出ているプロフィットエルゴバーティカルというトラックボールマウスです。
これは結構使ってて長いんですが、以前長時間の PC 作業で腱鞘炎に悩まされていましたが、このプロフィットエルゴバーティカルトラックボールを使うことによって痛みが全くなくなりました。人間工学上、手を水平にするよりも地面に対して垂直にしている状態の方が腕への負荷が少ないそうです。このトラックボールマウスはその人間工学に基づいて最も負荷の少ない角度でマウス操作を行うことができるマウスになっています。トラックボールマウスで人気なのがロジクール製のマウスですが、この極限まで手のひらを縦向きにするというスタイルのマウスはこのプロフィットエルゴバーティカルのみだと思います。自由に割り当てられるボタンが5つあるので操作性も非常に快適。もともとは Apple のマジックマウスを使っていましたが、ほとんど遜色なくこのプロフィットエルゴバーティカルに乗り換えることができました。とは言っても慣れるまでに多少時間はかかったんですが、慣れてしまった以上もう元には戻れなくなってしまいました。そして次に紹介するのはこのトラックボールマウス関連で買ってよかったものになります。それはエネループです。エネループといえばザクティでおなじみ三洋電機が作っていた充電池です。今はパナソニックのロゴが大きく描かれてしまっていますが、やはり充電式の電池は非常に便利だなと思いました。先ほど紹介したトラックボールマウスは単3電池2本で駆動していますが、毎回アルカリ電池を使っていては乾電池のゴミがどんどん増えてしまいます。そして乾電池はゴミの処理が非常にめんどくさい印象です。今回このエネループ導入に至って家の中の乾電池家電をすべてエネループにリプレイスしたら想像以上に快適だったので紹介しています。というのもアルカリ電池を毎回使っていると乾電池が切れた時に今家のどこかに乾電池が何個あるかっていうのを頭のどこかで把握していないと無駄に多く買ってしまったり買い足し忘れたりしてしまいます。エネループに全部置き換えたことでそういう心配が一切なくなり、常に満充電の乾電池がストックされている状態にすることができました。あらゆるものがバッテリー機器になり充電するのが当たり前になったからこそ、乾電池を充電池にするというのは意外と忘れがちな発想なのかもしれません。今回はこんな感じです。いかがだったでしょうか。こんな感じでこのチャンネルでは生活に役立つ情報やバッグのレビュー動画などを配信しています。もう一つのチャンネルイミグラムではバッグをパッキング形式で細かなディティールまで紹介しています。気になった方はぜひチェックしてみてください。Twitter、Instagram、TikTok もやっています。フォローしてくれると嬉しいです。最後にこの動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。